面ついたらまっすぐ安定する。完璧じゃない？やばいやばいやばい。墜落した。皆さんこんにちは。こんにちは。謎の機体を作って楽しむゲーム、カーバルスペースプログラム中。みんなは普通にロケット作って宇宙探検してな。ずんちゃんはそんなこと一回もしたことないんだけど、今日もやっちゃいますよ。絶対変なの来るで。第二次世界大戦中の1942年、ソ連で考案された攻撃機 SAM-23 を作りたい。出た、昔珍兵器シリーズで紹介したやつや。そう、第40回目で紹介した概念図。試作機とか作られることはなかったんだけど、長い前輪を使うことで安全に低空飛行しつつ敵を攻撃できるみたいな案。ソ連当局に却下されたんやな。今回は80年前に考えられた機体は本当に運用できるのか、多分世界初のシミュレーションをしていくって企画だね。大変なことなりそうですが皆さん今日も最後までお付き合いください。じゃあ機体作っていこっか。どういう風に組み立てたかだけ紹介したいんだけど、胴体構造はいつもの燃料タンク。基本これしかないんやな。燃料を増減させることで重量バランスも調整できるから使ってます。コックピットは上部の飛び出た位置についてるね。多分攻撃機やから視界を広くするためやろな。前方は何が入ってたかわからないんだけど、鼻みたいに傾斜しながら丸みを帯びてる。小さい燃料タンク複数つなぎ合わせて形状を合わせます。結構角度合わせ難しいで。できたできたできた。いや、曲がっとるやん。あれやり直しややり直し。こういうミスあるから作るの時間かかる。胴体は結構高さ高めだから3段くっつけて造形。後ろ側は斜め下方向に収まってるね。こういう形状を作るパーツがほとんどなくて無理やり合わせていくしかない。大体の形状できたら縦横のサイズ感を合わせる。それっぽくできたら胴体は完成。かなり特徴的な形状できたで。次は主翼だね主翼。セスナ機とかハンググライダーみたいに上部についてる。形は現代みたいに高速飛行する機体じゃないから直線的な形状。比較的低速飛行する機体でよく見る翼やな。視聴者さんの中に鳥人間コンテスト出た経験ある方からもコメントあるんだけど、その機体に近いよね。どういう人見とるかわからんうちらの動画。せめて形状だけは似せて作りたい。主翼もいつものように内側と外側で2枚構成で作る。外側のパタパタ動く動力にロール機能を割り当てて機体制御。どういう翼機能を割り当てるか設定できるで。特に複雑な形状もなくて主翼はサクッと完成。尾翼作る前に先にエンジン乗せておく。本当はプロペラ機だけどゲーム内にないからジェットエンジン搭載。高い位置にエンジンあったのはプロペラが地面に接触しないためだね。最後の大きいパーツ、尾翼。尾翼につながる構造は鉄骨で作る案もあるけど見た目重視で翼から作る。細長くした主翼や。参考画像を見ながらある程度正確に位置合わせる。概念図見る限り水平尾翼は多分別の機体のものを形状変えてると思う。試作機というかこういう機体あるあるやな。垂直尾翼は対戦中の戦闘機みたいに丸っこい形状してたから2段で作る。この尾翼も他の機体を流用したようなどこかで見た覚えがある形状してるよね。多分爆撃機とかサイズ近い攻撃機やろな。よし下側も作って機体できてきちゃった。後ろからの見た目は結構それっぽいで。ゆるふわ軍事チャンネル。あとは膠着装置とか装飾つければ完成。第二次世界大戦中の機体はすでに格納式のものあったけど SAM-23 は固定式。ハの字になっとるのがセスナ機っぽい感じやな。今も80年前も共通点あるよね。タイヤは探査車用のものをボイッと搭載。これでいいか。秒で大事故を起こす気か。面倒だけど直しておきます。当たり前のこといちいちやめれ。やだできてきちゃった。SAM-23 最大の特徴はめちゃくちゃ長い前輪。可動式になってて低空飛行中は下に垂らす構造になってたらしい。このゲームは動く構造無理や。閉じた状態で飛行できるか試験して、次に足を伸ばした状態で飛行できるか試験する。2本撮りするってことか。そういうこと。可動パーツ一応あるけど、他のパーツ接続できないから無理だね。タイヤはめちゃ荷重かかるからこっそり4つ入れておきます。今日のインチキ来た。先っちょをつなぎ止めれた。リアルだとこのように伸びる案だったんだね。来た来た。長さとかも案外合ってるっぽい。
先端のタイヤはちょうど機体重心の真下ってことになってる。とりあえず全体見たいから最後のパーツつけてみる。ガイデンズみたいな機体できたやん。足の角度とかは調整入れないとだけど上手にできちゃった。じゃあ最後の仕上げ。翼は反り上がるように10度くらい上がってるみたい。ちなみにこの主翼に機関砲とか爆弾とか乗せれる案になってる。カラーは最初見たイラストみたいに黄色が入った緑にしようかな。鉄骨で作った足をシルバーにすれば完成。はい、ということでこちらが完成した1942年にソ連で考案された攻撃機 SAM-23。明らかに今までにない見た目しとる。全長 14.7 メートル、幅11メートルで大きさはちょうど約2倍くらい。使えるパーツが原因でこのサイズか。乾燥重量は約9トンで、使用したパーツ数はたった77個。製作にかかった時間は約3時間かな？かなり早い。最初は明日時で飛行試験、飛べたら伸ばしてやってみよっか。じゃあ飛行試験開始。よいしょ。いつもやばいことなる飛行試験来た。あれちょっと待って。つんのめっとるやん。やっちゃった。ちゃんと重心見たのに。いつの話や。翼とかつけたとき。それ見とらんのと同じやろ。ということで今日のパイロット視聴者さんはこちら。いつものガンダム課金視聴者さん同じなの2つある。間違って2回課金しちゃった可能性。やっちまった。アップすんな。今からテイクオフじゃなくてクーリングオフしに行く。つんのめっとるけどずんこの懐に入る前に行くしかない。動力正常。バグはない。エンジン燃焼開始。エンジン燃焼開始。ちょい、垂直尾翼もげとる。あれー？あ、熱虫設定入れ忘れてた。だからこれ何回目や。もういっか。やり直しせえ。ブレーキ解除、加速開始。やっぱりいかん。タイヤ設定無理やりいじって進ませるしかない。ガチャンいっとる。進まん。当たり前や。初飛行で墜落しないなんて100回に1回歩かないかだよ。ユーロファイター界以外ないやろ。はい、入れっぱなしになってた機種付近の燃料全部抜いてみた。どうかな？タイヤの上付近来た。完璧。はい、試験飛行2回目。今こそ課金を取り戻すとき。イヤバックしとるやん。ずんちゃん何もしてない。無動力で加速してる。なんかおかしい。いつもおかしい。世界初無動力で時速 70km 突破。その瞬間をご覧ください。アップやめれ。さらに加速して時速 91km 突破。どこまで行くんや。おっとっと危ない。もう飛行機やない。やだ、鉄骨の前輪でなんとかなっちゃった。つまらん言うな。止まっちゃった。じゃあここから下りを利用して飛び立つしかない。何？エンジン燃焼開始。垂直尾翼熱でもげとる。尾翼なんて飾りなんだって飾り。そんなわけあるか。来た来た、加速来た。ちょっとみんな見て。前後浮いてる。ほんまや、ガチでいけるやつや。ほんとに？白いの出てきた。やだ、嬉しいんだけど。はい、スタート地点まで戻ってきた。現在の速度 320km。離陸行くよ。機種上げ開始。機種上げ開始。やじろべえみたいにフラフラしとるだけや。どういうこと？水平尾翼動いてるよね。動いとる動いとる。形だけでも離陸しないのはおかしい。タイヤ壊れた。いったー。わー、眩しい。むちゃくちゃや。コックピットないけど飛んでるー。落ちた。で、何が原因？手探りで全部探せ。中心と青の空力の中心はこんな位置にある。確か視聴者さんが言うにはこの辺が重なる感じにするといいって言ってたんだよね。今思いっきり離れとるやろ。後ろが何もなくて軽すぎる。ということで燃料タンク追加して重心移動。まあインチキやけどこのゲーム翼に燃料入れれんからな。さっきより40センチくらい後ろに重心いったはず。はい、3回目の飛行試験。賢くて可愛いずんちゃん、熱虫設定ちゃんと入れてきた。当たり前のこと何言ってんねん。初めて翼無事な状態でできちゃった。
なんか加速鈍いから水力制限緩める。現在の速度時速 120km。いけるよ。おっとっと、急にミニロール入った。爆発した。何も操縦してないのに急にふらついた。もちろんズンちゃんの優れた設計ならコックピットは無事。ぐったりしとる。役は夕顔8点。それお座敷遊びやろ。わかった。多分タイヤのサスペンションがおかしい。急に来るってなったからか。2回目は安定してたのに3回目でなった理由がわかんない。ちょバックしとる。フルブレーキしてるのに止まらない。おっとっと。まるで全盛期の伊藤みどりみたいなターン。最近の若い人知らん。てかどうなってんねん。さっきから無動力で動いてるんだって。サスペンションカチカチカッチンにしたから離陸してみる。エンジン燃焼開始。どんな状態で離陸や。みんな見て、次はぐにゃぐにゃならずに加速できてる。足回りに原因あるのは間違いない。というか昔も同じことあった気がするんだけど夢の出来事なのか全く覚えてない。夢の中でもカーバルスペースプログラム2やる東北順子。爆発した。あかねちゃんが変なこと言うから。言い出したの自分や。ちょっと見て、スケートの床赤ペア。それゆかりとあかりのペアや。なんだっけ？スケートマイブームなっとるんか。ゆかりちゃんとあかりちゃんのペアはどうでもよくてこっちだねこっち。さっきも離陸しようとしてたんだけど機種上げできなかった。フラフラしとったのそれやろ。すでに機体の前側と下側は全部燃料抜いてあって調整できない。これ以上後ろに重心やることできないけん。見た感じもっと後ろに重心あって気するけどな。エンジンあるし。ちょっとおかしいんだよね。もっと燃料タンク埋め込んで後ろにやるしかない。機種上がらんってことは前が重いってことやからな。燃料タンクをさらに軽いフェアリングに変更してみた。はい、本日5回目の離陸。サスペンションをカチカチに設定。すぐにエンジン燃焼開始。くるくるなる前にエンジン燃焼開始。そろそろ飛べるくらい言ってくれないと回収案ももう少ない。その前に却下されたこの機体が飛べる機体なのかってことや。ズンちゃんは設計者のアレクサンダー・モスカリョフおじさんを信じる。ちなみにこのおじさん魅力がない謎の機体を設計したりヤバい系なんだよね。せやこの人か。そして機体は左曲がりになって戻れない。右やる。無理にやると横転しちゃうって。このまま加速して離陸する。木に当たり判定はない。離陸行くよ。機種上げ開始。後ろのタイヤ引っかかっとらん。長すぎて機種上げできてない。街灯ぶつかった。前行け。緊急離陸。タイヤ引っかかっとる。いったー。爆発せんのかーい。無理やり陸上がろうとすんな。さっきの飛行で重要なこと分かった。伸ばした前輪が長すぎて機種上げしても接触して離陸できない。だから綺麗に短く収まってたんだね。ちゃんと設計されとるの証明する東北ずんこ。そこまで思いつかないって。もっと重心後ろにやりたい。エンジンのところにも無理やり燃料タンクねじ込む。完全に重心勝負なってきとる。前についてる空の燃料タンク、重さはたった 60kg くらいしかないのにすごい前重心になってる。合計8個燃料タンク後ろに埋め込んでるからね。距離離れとるからからでも影響あるんやろな。よし、滑走はやっとまともにできるようになった。皆さんすぐ横転する映像は全部カットしとるで。氷抜いてきた。ここで裏技、水力変更オン。またインチキ来た。多分できるようになってるって。1942年に技術あるわけないやろ。いけるいける。いったー。やばいほど汽車がね。全然離陸できる状態やばい。胴体曲げた。爆発した。これもう調整できないんだけど、異常に前が重いんやな。その後もエンジンの角度変えるとか、他の燃料タンクを軽いフェアリングに置き換えてもいい。前重心解決できなくて離陸できても突っ込んじゃう。すでに3時間経過して晩作尽きる順子。もしかして紙飛行機みたいに主翼の傾き変えればいけるんじゃない？ずんこに電流走る。とりあえずこの状態で飛ばすのは無理と判断。だったら主翼を直接上げてハンググライダーみたいに傾けてみる。角度は不格好にならないようわずか5度くらい。概念図は主翼どうなっとるん？見た感じまっすぐ傾いてない。尾翼は逆に下げて機種上げしやすい感じにする。どのくらいが適正かわかんないから噛んでやるしかない。ここも5度程度傾けたで。何回墜落に巻き込まれたかわからない今日の視聴者さん。よかったね。何がええんや。
これで何の成果もなかったらガチでやばい。20回くらいやっとる離陸開始。動力正常。機種上げ入れたまま加速開始。光線と左右曲がっていってまうで。というか車のタイヤ使ってるのも悪い。左ロール。切り替えた。全力で機種上げ。落ちる。いけとるいけとる。やった。初めて離陸成功。ずんちゃんうれぴ。今回ほんま時間かかったで。若干機種下げっぽい感じあるけどなんとかなってる。ロール性能問題ない。垂直尾翼小さくて不安だったけど安定性はコツコできてる。他に垂直尾翼要素ないからな、この機体。多分現実でフルサイズの試作機作っても問題は出ないと思うね。SAS 自動で姿勢安定させる装置入れるとパタパタしちゃう。これもようある問題や。対戦中はこんな便利な機能ないからオフにして完全手動操縦でやってみる。じゃあいつもの空域行って軽く飛行試験しちゃおっか。ゆるふわ軍事チャンネル。現在の高度約 2000m、飛行速度時速約 300km や。参考程度に今どのくらい機種下げしてるか。若干やな。手動で補正しつつ飛ばしていく。じゃあここからはいつも通り旋回試験。できるだけ高度維持するような角度で左旋回開始。このくらいか。だいたい40度くらい傾けるといい感じかな。続けてると速度下がってきちゃってかなり浅い旋回になっちゃってる。この機体はプロペラ機で最高速度は150から 180km 程度想定してたみたいだから低速で飛行してます。多分軽攻撃機みたいなんやろな。ここでロールして右旋回。あくまで今回作った機体の評価になるけど旋回性能はあまり高くない。2倍機体サイズ大きくて重量も数倍は重いからな。多分リアルで作られたらかなり小回り効きそうな軽飛行機なりそうだよね。というか飛行速度遅くて旋回性能も悪かったら地上攻撃できないと思う。離陸結果見ると走行板入れられたかはかなり微妙やで。資料では前面は 5mm、側面は 3mm の走行板入れるってなってるけどどうなんだろう。ほぼ難易度に等しい。次はいつもやってる一般的なシミュレーションゲーム視点。結構画面動くから苦手な人は目細めてみてな。旋回中フラフラする機体あるけど今回作ったモデルはかなり安定してる。変わった機体デザインしとるけど安定しとるってのが意外やな。本当に飛べるか飛べないか不安だったけど結果としてはかなり良好。モスカ力おじさん見てる？はいはい見とる見とる。見た目がいまいちなのはもったいないけどこのままバレルロール。見た目は良くても中身があれなのが操縦してます。案外すっと回れる。でもかなり機種下げで終わってるね。もう再現飛行する人もいないと思うから念のため後ろからもどんな感じかやっておこうか。というか知っとる人が世界でほぼえんやろ。やっぱり機種下げで終わっちゃう。かなり高度も下がってきちゃった。機種下げしとる機体やから軸もおかしくなるんやろな。はい、こちらが疑似的なコックピットからの視点。概念図見ると実際はもっと高い位置に主翼見えたと思う。これずれとるんか。もうちょっと下からの視点すればよかった。後ろはプロペラめちゃ回転してるから脱出は命がけ。コックピットの先端はなだらかに下がってるから後からやる地上攻撃はやりやすいと思う。前にエンジンついとらん機体やから視界はかなり良好や。離着陸もやりやすそうだから不慣れなパイロットでもできそうだよね。じゃあ足出して飛行後したいから着陸しよっか。SAS オン、進路いい感じ。こう見てもかなり安定性ええで。現在の飛行速度 330km くらいや。250km くらいまで減速。このまま行くよ。設置。よし、壊れない。そういえばこのタイヤ使って着陸するのとか初めてやろ。膠着装置固定の機体作るのも初めてのような気がする。はい、ということで一発で成功。次は銀色の足出して飛行や。ゆるふわ軍事チャンネル。じゃあこの足を展開した状態で飛ばしてみる。これでどうやって離陸させるかや。そんなのロケットエンジン使って発射するに決まってるじゃん。出た。固定するアームにくっつけて、積んだアロをする角度に傾けるだけ。簡単でしょ？いや絶対飛行機離陸させる姿やない。仕方ないじゃん、可動パーツなくて足伸ばせないんだから。しかもこっそり爆弾積んどる。設計案では100馬力の機体エンジンに 400kg の爆弾乗せれるらしい。無理や無理。じゃあ行くしかない。エンジン燃焼開始。
多分ここからがこの動画最大の見どころなるで。テンション上がってきた。離陸補助ロケット始動。たまたまは一応燃料タンク表してます。では行きます。接続解除。離陸。ちょいよま。やばいやばいやばい。完全にあかんやつや。モスカルクおじさん見てる？ああ、爆発した。止まらない止まらない。無駄に足が長で草。たまたま潰れちゃった。さっさとエンジン止めれ。謎の足とコックピット、視聴者さんも無事。よかったよかった。なんかぶっ飛んでいった。無理やりでかいロケットエンジンつけんな。というか重量バランスとか大丈夫だよね。2つで8トンあるんだけど、誰かさんみたいに狂っとるやろな。作っちゃったんだから仕方ない。エンジン燃焼開始。絶対飛行機飛ばすものやない。うまくいってほしい。接続解除。発射。来た来た来た。ズンズン来た。無駄に綺麗に発射すんな。すごい加速力。エンジン燃焼停止。接続解除。分離成功。このくらい余裕なんだって余裕。待って速度速すぎて機種下げできないけん。多分余裕で音速超えとったやろ。やだ対戦機でマッハ超えちゃった。ズンペロペロ。はい、現在の飛行速度時速 420km くらいや。爆弾とか足も伸ばして飛行どうかなって思ったけどそれほど影響出てない。あまりに珍兵器の見た目すぎる。じゃあ今から低空飛行して想定されてた戦い方再現してみる。この機体最大の利点はもちろんこの一本足。設計者アレクサンダー・モスカリョフによると地上4から5メートルを超低空飛行。来た来た。そのまま超低空状態を維持、足で墜落を防ぎつつ敵に機銃操作したり爆弾やロケット弾で攻撃する案だった。よいしょ。今ちょこっとついたで。姿勢崩れてない。ズンズン想定外。もう一回やってみる。いったいった。なぜか前倒れない。みんな見て。というか操縦忙しすぎて攻撃なんて無理。草。でも本当に想像してたのと違う。やばいやばいやばい。危ない。折れる設計にしてたからいいけど1本だけなら完全に墜落してた。まあリアルなら木にぶつかって終わりや。ヨーロッパには何が多いのか。そう、平地が多い。ということで平地が多い浜までやってきたで。ここを塹壕が張り巡ってる戦場と想定する。さっそうと現れた SAM23 か24か忘れたけど敵を強襲。23や23。当然塹壕があるところは有刺鉄線も張り巡らされてる。モスカリョフはそんな有刺鉄線程度車輪でぶった切れると想定していた。せやせや思い出してきた。つまりこんな状態で飛行しつつ最前線を飛行する攻撃機、それが SAM23。しかし最高速度は150から 180km で結構遅い。敵の機銃もあるからな。そう考えるとかなり厳しい状態で戦わないとダメってことになりそうだよね。そして奇跡の飛行を見てほしい。多分再現されたケースはゼロ。これが世界初の姿。タイヤ地面ついても逆にまっすぐ安定する。完璧じゃない？やばいやばいやばい。墜落した。大爆発した。あまりに低速すぎて機体は無事。はい、やり直してます。で、この機体はどうなったのかというと、詳しい内容は冒頭紹介した40回目の動画見てほしいんだけど、ソ連当局から却下の判定だね。概念図が送られた流体力学研究所によると、機体が不安定って理由。この長い足を展開した状態で、地上の障害物を避けるには上昇、下降を繰り返す必要があるとされ、この下降の動作が急降下になって墜落する恐れがあり、常に注意しながら飛ばないといけないって判断された。海面引っかかっとるやん。あと、モスカリョフが有刺鉄線をぶった切れる言ってたのも無理で、引っかかって墜落する恐れがあること。コックピットの装甲も薄すぎてエンジンも貧弱すぎるってことで、結論としては使い物にならないって総括された。まあ普通に考えて危険すぎるってのは見てもわかる。戻せない。今やばい、墜落したやろ。倒れるような感じした。ちょっともう一回再現してみる。まっすぐ飛行して足ついてる時はいい。問題はちょっと傾いた時。今20度くらいや。わかった。足が地面引っかかって右ロールできない。水平戻せんのか。それはやってみないとわからない問題出てる。水平戻せないのが傾いた状態でロールしてるから。
でも急にこうなるから奇襲上げの動作入れる暇がない。危険すぎるやろ。実用化してたら大変なことなってたね。というか別に低空飛行するだけなら足いらんやん。またそんなへそ曲がりなこと言う。逆に色々危なくしとるやろ。いろんな闇分かっちゃったね。じゃあ終わりついでに最後に爆撃ミッションサクッとやって終わろっか。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。だから待て。どうしたのかな？なんか枝豆みたいなのついとるやん。違います。うちの可愛い視聴者さん。ゆかりちゃん、今日はどんな乗りたいコメント来てるかな？数ヶ月ぶりにゆかり来た。やっぱりこういうの見ると先っちょの方に乗りたくなるってもんだよね。アッツァムが墜落してスライムにならないかな。ご褒美ありがとうございました。膠着装置になりたいです。ほらみんな乗りたい言ってるでしょ？どうなってんねん。模擬爆弾にも乗ってます。爆弾乗りたい。またもや先っぽ。先っちょ乗れてよかったね。ノーコメントや。もちろんエンジンの後ろにも視聴者さん。最近寒いので焼き入れてください。あったかいところに乗りたいです。寒かったから暖かい爆心地助かります。スーパー美少女、女神様みたいに可愛いすんちゃんにお願いです。熱々の席に座りたいです。誰かさんにより一部コメントが捏造されています。キー言っとる。やだ視聴者さんチュッチュ。守護園チュッチュ。何の座席やこれ。スパチャありがとうございます。そして今日のターゲットはこちら。昔作った鉄人28号。これに爆弾当ててどうなるか確認したい。フェアリングで作られててかなり丈夫。ちなみに前 RPG7 ぶち当てた時はこのみじんに吹き通ってた。全長70メートルとか40トンとかあるやつやろ。楽しみ。じゃあ行くしかない。補助ロケット始動。接続解除。離陸。完全にアホなことなっとるやん。来た来た来た。すごい加速度で視聴者さんの首持ってかれそう。姿勢安定。補助ロケット燃焼停止。接続解除。ブリ。いや待て。こっちみんな。今分離したエンジン視聴者さんヒットしとったやろ。笑った。何笑ってんねん。今日一番美味しいところ持って行っちゃった。こういうへんてこな機体作って遊べてるのも全部見てくれてる視聴者さんのおかげだから感謝だね。皆さんいつもありがとうございます。乗りたいってコメントすると動画ストックの関係で1ヶ月とか2ヶ月先になっちゃうけど紹介してますよ。唯一できるファンサービスみんなしてってね。もちろん大変なことなります。じゃあもうちょっと高度上げて鉄人28号爆撃しちゃおっか。現在の高度 1000m、飛行速度時速 400km くらいや。SAM23 爆弾の詰めるってのは紹介したけどさすがに低空では落とさない。理由は低空で水平爆撃すると爆発に巻き込まれる。そういうことか。命中精度上げたいし急降下爆撃やってみたい。ゆるい角度で降下中。想定したよりも動力の効きが悪い。小銃も何もないから噛んで当てるしかない。投下視聴者さん乗っとる模擬爆弾投下。急いで爆弾してん。あれ？思いっきりずれとる。爆発した。なんかかなり飛んじゃった。そして機体墜落。多分乱高下なっとるから飛んでくんやろ。次はさっきより気持ち手前に落とす。機種の上がりも遅いから結構高い高度で落とさないとダメという問題もある。これは前に落ちるで。めちゃ難しいんだけど。20メートルくらい離れとるな。はい、30分くらいセーブとロード繰り返してやってます。次はかなり完璧なタイミング。角度も投下するまでの秒も正確に合わせてる。いっけー。外れや。買っちゃう。無理だね。ということでラスト、足をついて水平爆撃するしかない。さっき巻き込まれるからあかん言っとったやり方やろ。背に腹は変えられない。なんか興奮して脇汗かいてきちゃった。みんな行くよー。ちょっとやばい。降下速度速すぎや。奇襲上げー。足の視聴者さん。コントロールできない。ロールしかできん。激突する。いったー。もうむちゃくちゃや。だから低空飛行危ないって言われてたんだね。みんなわかったかな？ということにしといてやってください。もちろん鉄人28号はほぼ無傷。激突でもここまで耐えるんか。やっぱりめちゃ強い。
今回はここまで。いろいろ最後あれやけど普通に飛べてよかったな。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。